私もう今全身汗びっしょりなんだけど、全然崩れてないのすごくない？にゃーせよー、ナインです。最近日本も韓国も毎日30度を超える蒸し暑い天気のせいで、毛穴とか角質気になってる方すごく多いと思うんですね。で、実際に温度が2度上がると、毛穴も 1.5 倍大きくなるらしいの。汗もかくし、その分皮脂の分泌量まで増えるのね。で、これはいつも言ってることなんだけど、汗とか皮脂が出やすい夏に、崩れない綺麗なベースメイクを作るには、スキンケアが何より大事なの。そこで今日はね、メイク前にぴったりな毛穴と角質ケアをしながら、綺麗なベースメイクを作る方法を楽しくおしゃべりしながらね、久しぶりにスキンケア&メイク動画を撮っていきたいと思います。그럼 시작해볼게요。912ナイン。じゃあまずは洗顔なんだけど、これから使う商品は私が今まで YouTube で9回ぐらい紹介した無限リピアイテムになります。で、この商品に出会ってもう2年間愛用しながら色々な使い方を試してみたんだけど、この後使う商品とこんな感じでセットで使うとね、よりシナジー効果があるから、その組み合わせもね、ちょっと詳しく紹介するね。で、まず化粧のりを良くするには、角質ケアが何より大事なのね。洗顔が角質ケアの基本なの。で、角質とか皮脂、毛穴がお悩みな方におすすめなのが、じゃーん！ビーガニフィクトクリーン&グロー青麦ジェルクレンザーです。これがジェルタイプなんだけど、私はね、こんな感じで泡立て器で泡立てて使ってます。これちょうど昨日友達から連絡が来て、私がこれを紹介してから友達が買ったらしいんだけど、これを初めて使った時の感動が忘れられなかったらしくて、月に1回毎月鬼リピートしてるらしい。で、こんな感じですごいね、きめ細かい泡立ちもね、めちゃめちゃいいのよ。これは特にね、オイリー肌の方にぴったりだと思う。これが韓国のオリーブヤングクレンジング部門でも1位になった大人気のクレンザーなのね。これが毛穴の老廃物とか顎の下のデコボコとか、こう毛穴が浮きやすい鼻の横のこういう角質まで1回の洗顔で全てケアができるから、すごく楽なの。刺激も少なめなのに洗浄力がね、すごくいい。洗浄力高いとさ、結構肌が乾燥しやすいけど、これはヒアルロン酸よりも水分の保水力が 20% も高いベータグルカン成分が配合なのね。だから洗い上がりも突っ張り感を軽減してくれるの。じゃあ一旦これでちょっと洗い流していきたいと思います。はい、洗い流しました。私ね、いつもこの伊藤のクレンジングタオルあるじゃない？これでいつも顔を拭いてます。私はタオルよりティッシュで顔を拭く派なんだけど、結構何枚も使ってもったいないから、このクレンジングタオルがね、1枚で済むし柔らかいし、洗ってから2度3度使うこともできるの。毎回これでね、顔拭いてる。見て、めっちゃ肌ツルツルでしょ。もうここにほらツヤが出てるのわかる？突っ張らないし潤いもすごいし、韓国の皮膚科で人気のラハっていうピーリング成分も入っているから、古い角質もマイルドにケアしてくれるの。そしたらこの後にセットでおすすめなのがこちら、ビーガニフィットクリーン&グロー青麦ファーストラハトナーパッドです。これはね、もう私が雑誌の取材を受けた時にもご紹介させていただいた商品で、これ肌にね、すごいツヤが出るのよ。これでこんな感じで肌のキメを整えていきます。インナードライで肌の内側の水分が足らないと角質が浮き上がってから化粧崩れしやすくなるのね。あとそもそも角質ケアがちゃんとできてない状態だとファンデーション自体綺麗に乗らないのね。だからメイク前はトナーパッド本当に必須。このトナーパッドは皮膚刺激指数 0.00 だから敏感肌でも全然使える。あとはさっきのジェルクレンザーと同じくベータグルカン成分が入っていて、肌の奥まで水分補給が必要なインナードライの肌の方にすごくおすすめ。私これ何リピっていうぐらいリピしてて、ちょっともうあと2枚ぐらいしか残ってないんだけど、で新しいやつね、この後開封しようかなって思ってるやつで、見えるかな、こんな感じでエッセンスがひったひたに入ってるのね。だから私みたいなインナードライの肌を整えるのにすごくぴったりなの。でこんな感じで最初にデコボコしたエンボス面で角質とか老廃物ケアをしてから、締めにね、裏面の柔らかい面で水分が足らないところにこうやってのせてからパックみたいにして水分補給するといいです。だいたいもう3分ぐらいでいいので、最後にこうやって拭き取ります。見て、もう私の肌のこのツヤ感やばくない？すっごいツヤ出てるでしょ。で、私はさらにこの後化粧水を塗るんだけど、こちらハクスリーのビタラディアンス化粧水を塗っていきます。ハクスリーは本当に私が YouTube 始める前に韓国に来てから買ったやつなんだけど、これがもともと韓国の CA が愛用している化粧水って言って、その時インスタですごい流行ってたので、私がそれを見て買ったんだけど、久しぶりに使ったらさ、やっぱいいなっていう感じで、この匂い超好きなんだよね。これがサボテンのエキスが入ってるのね。サボテンって砂漠の植物じゃない？本当にちょっとの水
水分量で生きられるわけですよ。だからそのサボテンの成分って水分の保水力が半端ないのね。だからこれ使うとしっかりと潤いをお肌の中に閉じ込めてくれて、ここにオイルが入ってるんだけど、化粧水にちょっとオイルが入っているから、この入った水分を逃さないようにしっかりと保護してくれるので、お肌にこんな感じで綺麗なツヤ感も出てくれて、ベタベタしないのにお肌にしっかりと水分を与えてくれて、これめっちゃよくって、私が朝晩問わず使っている化粧水で、そしたらこちらビーガニフィクトイチジク毛穴アンプルを使います。私は夜はレチノールで皮脂ケアをしてから、朝はこういうねマイルドな低刺激の毛穴アンプルを使って毛穴とかね皮脂ケアをするようにしてます。でこれが抗がん量のアンプルなんだけど、吸収がねすごい早いからメイク前にすごい使いやすいの。今ここに塗ったんだけど、ほらもう塗ってからお肌にすぐツヤが出てるでしょ。これが9点のレビューでも即効性があるっていうレビューがたくさんあるぐらいね、すごい高評価なの。過剰な皮脂分泌を抑制してから、毛穴の数とか毛穴の大きさ、奥行きとか面積の改善の効果まで入ってて、普段から毛穴のせいで化粧のりに悩んでいた方とか、角質とか毛穴ケアに悩んでいる方、一日中爽やかなメイクをキープしたいっていう方は、この3セットすごくおすすめ。そしたら締めにクリーム、シャイシャイシャイのリポゾームヒアルスージングクリームと、リポゾームリペアインテンシブクリーム、この2つを使います。これはもう終わっちゃったんだけどね、前にコラボやってたシャイシャイシャイのクリームで、私は結構なんか夜はもう重めのクリーム使うのが好きなのね。で朝は割とやっぱメイクするから軽めのクリームをつけるんだけど、これがね、夜もいいんだけど、私は朝ちょうどいい使用感ですごく好き。しかもねシャイシャイシャイはなんかね香りもいいんだよね。これお姉ちゃんめっちゃ気に入ってたんだけど、視聴者様にもすごい喜んでいただけてよかったと思って、インナードライの方にすごいぴったりな使用感だと思う。このヒアルロン酸のスージングクリームを先に塗ってから、でちょっと乾燥しやすい部分あるじゃない。そこはこのインテンシブの方がもうちょっとこっくりしてるから、これを少しだけねこう重ねてあげるの。ちゃんとね内側が潤いながらしっとりと保ってくれるから、メイク前はね私はこのシャイシャイシャイよく使ってるかな。こんな感じで潤いたっぷりで、夏にすごいね使いやすい使用感だと思う。肌のこのツヤ感と水分感やばくない？私ほらめっちゃいい感じだよ今お肌の感じ。はい、こんな感じでスキンケアは終了しまして、今日はちょっとスキンケアメインの動画だったから、この後はもう雑談しながら楽しくメイク動画を撮っていこうかなって思います。日焼け止めはこれを使います。ディルピアアクアカーミングサンセラムを使います。私本当にこの仕事をやってて、いろんなクライアントの方に会う機会がすごい増えてから、日本であんまり知られてない、だからまだ日本に進出できてないブランドとか、韓国の方で今すごい流行ってるブランドとかを紹介してもらえることがすごい多いのね。で本当にこんなのもあるんだ、こんなのもあるんだみたいな感じで、本当に最近楽しい。本当に最近いろんなのが知れてすごい楽しいんだけど、その中で実際使って良かったものとかをねコラボしてから皆さんも購入いただけるようにつなげてるわけなんですが、最近出会ったこのディルピアのサンセラムが韓国の YouTuber の方と共同開発したサンセラムで、なんかその方がすごい日焼け止めですぐこう染みちゃったりとかするから、本当に自分が使いやすいサンセラムを作りたいと思って開発した商品なんだって。で名前にセラムってある通り、本当にセラムみたいな日焼け止めなのね。なんかザラザラしたものがちょっと入ってるの。なんかスクラブではないんだけど、ちょっとザラザラしたみたいのが入ってて、ちょっと面白いの。しかもこれがお肌に伸ばすと本当にセラムだからすっごい肌がしっとりしてから、日焼け止めじゃないみたいなの。だから日焼け止めのなんかきしみ感とか、あと白浮きだったりとか染みて痛いとか、その方自身そういう方だったから、本当にそういう方にぴったりな日焼け止めのセラムです。日焼け止めの特有な感じが苦手な方にこれすごくおすすめ。ほらすんごいね肌がしっとりして、肌自体がすごく綺麗に見えるの。全然ね日焼け止めっていう感じがないから、日焼け止め苦手な方にすごくおすすめです。私はこれを首とかまで塗ってる。最近さ湿疹ができちゃったの。私のインスタ見てくれてる方は多分知ってると思うんだけど、人生で初めてじゃないぐらいのすごい湿疹ができちゃって、これ結構治ってきた方なんだけど、最初首に赤くバーってなって、で腕特に右今まだ茶色く残ってるんだけど、両腕にバーって湿疹ができて超痒かったの。赤いしって思って、で最初さ原因が分からなかったのね。シャネルのこちらのハイライターを使っていきます。これねお肌がトーンアップして綺麗なツヤ感が出てくれるから、でなんかなんなんだろうみたいな思って全然分からなくって、でおそらく多分もう魚介しかないんだよね魚介食べて多分出たんだけど、多分本当に私が疲れてて単なる体調不良で出ちゃった感じ。ちょっと出しすぎちゃった。もうそれ以外本当思い浮かぶものないの。だって私普段野菜とフルーツしか食べてないから、もう絶対それしかないんだけど、それで多分合わなくて湿疹ができちゃったらしいのね。
で最初なんか様子見てたんだけど、まあ全然良くならなくって、なんかピラティスの先生が近場ですごいいい皮膚科があるからそこ行ってみればって言って教えてくれたのね。で私ほら美容の皮膚科もう超専門医じゃんだけどそういう本当の皮膚科みたいな皮膚科どこ行けばいいか分かんないし、探し方もよく分かんなかったから、で先生が教えてくれてよかったと思って、でなんかそこが院長が超シックなんだって。超シックなんだけど本当にもう皮膚科専門みたいの出てるから実力は確かだよみたいな。で自分もなんかに顔かなんかに出来物ができていった時にそれ取らなくてもいいよみたいな、軽くあしらわれたぐらい本当にシックな先生だよみたいな。でも大丈夫みたいな聞かれて、まあ私は別に実力さえあればどうでもいいから、まあ別に全然いいやみたいな思って行ったわけよ。もうとりあえずこの出身どうにかしたいみたいな思って。でそしたらさ、私が想像する以上にシックっていう言葉は本当になんか言葉のチョイスがいい。そのぐらい私が今まで出会った病院の先生で一番シックなんか私病院行ってから問診取られなかったの初めて。なんか韓国の病院ってみんなこうなのみたいな思って、で大体なんか先生がそういう感じだとさ、看護師さんとか受付の人は優しかったりするじゃない。もうその病院みんなそんな感じなの。まずどうしたんですかみたいに言われたから、湿疹ができましたって言って見せたの。でそしたらなんか見て触ってすごい痒そうですねって言われて薬の処方されて注射ぶっ刺してから終わり。もうそれがって思ったよね。何の質問もしてこないの。聞かれたのが糖尿ありますかと高血圧ありますかの質問だけかな。そんなんでいいのみたいな、そんなんでわかるのみたいな思って、これで本当に聞いたらマジでスペシャリストだし、聞かなかったらやぶだよなって思って、とりあえずまあそれで注射だけぶっ刺してから目の前の薬局に行ってお薬もらいに行ったので、ファンデーションはこちらパネルのシカマヌセラムクッションを使います。これ昔紹介したことがあったんだけど、最近ねまた使い始めたの。めっちゃいいね。これそもそもパネルって美容液がすごい有名なんだけど、その美容液を丸々入れてるの。この代表自体がもともとアトピーとかですっごいお肌が弱い方で、なんかニュージーランドのマヌカハニーとかを使ってすごい肌が改善したんだって。でそこからそういう天然の成分を入れた化粧品をね作るようになったんだけど、もう鎮静の成分が丸々この中に入ってるから、私が昔本当に肌荒れの時はこれしか使ってなかったっていうぐらい、このクッションめっちゃいいのよ。で私の友達にもね超敏感肌の子なんだけど、これあげたらその子もすっごい気に入ってて、香りもねなんか鎮静の香りがするでよれないし、私結構乾燥肌だからあんまりマットなクッション好きじゃないんだけど、お肌もしっとりして、だからといってねギトギトする感じじゃなくてこれ超いいの。でそんな感じで目の前の薬局に行ったら、なんかおじいちゃんの薬剤師だったんだけど寝てたのよ。寝てて、で私が「にゃーせよ」って言ったらはーって飛び上がってから、でなんか薬出してくれたんだけど、でなんかその薬局に待ってる間にね、なんか壁になんかいろいろおじいちゃんの写真が貼ってあるの。なんか症状かなんか持ってるこういう写真とかあって、あこの人はなんか薬剤師のなんか結構実力がある人かなんかなのかなってこうやっていろいろ見てたんだけど、そしたらなんか全然関係ない、もう自分のプライベートな写真なわけよ。その症状とかも多分全然関係ない薬剤師とは。で何なんだろうこのおじいちゃん大丈夫みたいな思って、でなんか会計の女の子も孫なのかただのアルバイトなんかわかんないんだけど、なんかすごい髪染めてるロングヘアでなんかピアスとかジャルジャルやってて、なんか犬のタトゥーとか入ってんの腕にごめんね本当に見た目だけで判断するわけじゃないんだけど、なんかその薬局で働いてなさそうな感じの結構パンク系の女の子で、なんかこの薬局大丈夫かなみたいな思って、なんかおじいちゃん間違って薬とか処方してこないかなとか思って、大体もうおじいちゃんの先生とか薬剤師とかってさ、まあ、ベテランなこともあるんだけど、結構年いくとさ、なんか目が見えてないとかさ、なんか間違って処方しちゃったとかさ、そういうのもちょっと怖いじゃん。大丈夫かなとか思ったんだけど、で薬のなんか説明とか普通してくれるんだけど、そのおじいちゃん何もしてくれなくって、まあ、裏になんかいつ飲むみたいな書いてあったからまあいいやと思ったんだけど、まあそんな感じでもう不安要素もりもりよ。病院から始まって薬局まで。で結局出された薬がアレルギー抑える薬、飲み薬と、あと普通にその塗り薬、首と腕別々で出してくれたんだけど、本当は私その病院行く前に自分で薬局だけ行ってから薬もらってたのね。普通に塗り薬とその時に私飲み薬ももらえますって言ったら、普通になんかアレルギーの薬出されたの。だからもう湿疹ってもうみんなアレルギーなんだみたいな思って、結局出されるもの一緒なんだなって思ったから、なんかその先生はもうその問診とかも取られなかったじゃん。だからもう湿疹なんてみんな一緒だよみたいな、アレルギーの薬出しときゃいいんだろうみたいな感じの精神なんかなって思った。だから韓国ってパリパリ精神じゃん。だからパリパリみたいな感じで、そう無駄な問診とか省くみたいな感じなんかなみたいな思って、無駄じゃないんだけどねっていう感じで、でもとりあえず良くなったから、まあとりあえず良かったなと思って、本当にもう湿疹できてから私結構精神的に参りそうだったの。マジこの湿疹どうしようみたいな。顔に出ないだけマシだったんだけど、
結構精神参るわみたいな思って、もういろんなの探しまくった。ネットでずっと検索して、帯状疱疹じゃないよなとか思って、もう原因超探しまくって、私の検索履歴全部失神みたいな。なんだけどとりあえず病院行って良くなったので本当に良かったです。ありがとうございます。で見て、これ折れちゃったの私さ、ものすぐ落としちゃうんだよね。それでなんかここ本当は取っ手があってこういう感じだったんだけど、折れちゃったからこの黒みの耳を取っ手代わりにしてる。こんな感じ。肌すっごい綺麗でしょ。でフィクサーをかけます。本当は日焼け止めの後にフィクサーかけないといけなかったのに忘れちゃった。最近こちらのキボの 3X ブースターメイクアップフィクサーを使ってます。なんかね、いい感じにお肌のツヤが出てくれて、香りもよくって好きなの。なんかさ、私視聴者さんに話し方がローラみたいで好きですみたいに言われて、これ一人ぐらいじゃないのよ。でなんかそのコメントに私もそう思ってましたって書いてあって、そうなんだみたいな。私の話し方ローラって思って、本当にちょっと面白かった。オマになんか話し方ローラって言ってる人いるんだけど似てるみたいな話をしたら、なんかオマが急にモノマネしだして、なんかめっちゃウケたなんか似てるっていうのがなんとなく分かった。レイクメイクのシェーディングを使います。もう底見えしてる。これはみんなが韓国に来た時に活用できるかなって思うからちょっと教えとこうかなって思うんだけど、もしみんなが韓国でナンパされた時にちょっと嫌だわって思った時に断り方をちょっと教えようと思いますなんかクライアントの方とか会った時にさ、道とか歩いててナンパとかされないのみたいな、連絡先聞かれたりとかしないのって言われて、別にないですとは答えたんだけど、なかったって言うとちょっと嘘になっちゃうんだけど、私が韓国に来てから今まで3回声をかけられたことがあって、たまたまなんか YouTube とか見てた時に、もし韓国でナンパとかされて断りたい時にどうやって断ればいいかっていうのを教えてる子がいたのね。でそこで彼氏がいます、ナムジャチングいっそよって言えばもう去ってくれるんだって。だからもし嫌だなって思ったらそうやって言えばいいですよみたいな教えてる子がいて、私は別にそんな起きるはずないやみたいな思ってるし、みたいな感じで流し見してたんだけど、ある時に私が普通に道歩いてたの。ナーズのリフレクティングセッティングパウダー使います。もうこれも底見えしてる。夏はもうこれしか使ってない。本当に場所とかも全然ナンパスポットとかじゃないよ。普通にトンデムンからの帰り道なんだけど、なんか後ろからすいませんすいませんみたいな声をかけられるわけさ。で何とか思って、そしたらなんかよかったら食事でも行きませんかって言われたんだ。いやいいですっていう感じじゃん。なんであなたと食事行かないといけないんですかっていう感じだったから、いやーみたいなみたいな感じで私はやってたわけ。結構困った感じで。そしたらなんか向こうからなんちゃチングいっすせよみたいな、彼氏いるんですかって言われたから、はーいって言ったらもうパーって去ってくれて、そういうことねってその時学んだのね。でなんか2回目の時は私が本当に家の帰り道、裏道があるの。私がいつも家帰る時にカフェ出てからその裏道通って家帰る時に、なんか誰かが後ろから追ってきてる感じがしたのね。そしたらまたすいませんみたいにやってきて、なんなんだろうって思ってパーって見たら、その時はなんて言われたんだっけな。普通に最初の一言が「혹시 남자 친구いっすせよ」みたいな、もしかして彼氏いますかみたいに聞かれて、ねーって言って、はいって言ってから、そしたらパーって去ってくれた。彼氏いないけどね。だから本当に彼氏いますって言えばこうやって去ってくれんだと思って、もう私が発する言葉ねーだけ、はいはいの一言で終了。でも向こうから彼氏いますかって逆に先に聞いてくれるから、私が発する言葉一言で終わるのよ。でもなんか日本との違いを思ったのが、日本のナンパってさ結構チャラチャラしてる人。ボビー・ブラウンのハイライティングパウダーピンクグローを使います。これね最近ゲットしたんだけど、すごい可愛いの。日本でなんかナンパする人って結構チャラついてる感じの人多いじゃん。でも韓国は違うの。どちらかというと陰キャちょっとイントネーションわかんないんだけど、なんか本当に静かそうな真面目な雰囲気の、どちらかというとなんかそういうナンパとか絶対にできないだろうみたいな雰囲気の人が声かけてくるのよ。結構恐る恐るすいませんみたいな。だから日本だとよいよ姉ちゃんみたいな感じじゃん。だけど韓国はそういうんじゃなくて、すいませんみたいな、本当にそんな感じの絶対にナンパとかしなそうな雰囲気の人。だからなんかそこがなんか日本と違うなって思った。普通になんかサラリーマンみたいな、本当日本で言うとなんかもうおとなしめの雰囲気の人。でもなんか3回目、これは結構最近だったんだけど、なんかそこがオフィス街だったんだよね。でなんかその時雨の日で私が普通に傘さして歩いてたので、そしたらなんかまた後ろからすいませんみたいにちょぎよ言われて、でなんだろうみたいに道聞かれるのかなと思って、私ほんと道方向音痴だから聞かれても分かんないしみたいな思ってたの。ディアー A のアイブロウペンシル使います。さっき見かけてからなんかすごい良かったのでみたいに言われて、こっちからするとさそれでって感じじゃんいやどうしたらいいのっていう感じじゃん。で続きがないから良かったから何ですかっていう感じだから、だからもうみたいな、なんかもうすんごい苦笑いして去ったよね。いやどうしたらいいか分かんないじゃん。
良かったのでって言われたところで、だから何って感じじゃん、こっちからすると。もう超あの時絶好の苦笑いだったと思う、今思い出しても。でも3人の中でその人はそこまで陰キャっぽくなかった。白いサマーニットみたいに着てたんかな。でも雰囲気がなんかあんまり好きじゃなかった。アイシャドウはキボのパステルコットンキャンディ4番を使います。いや特別なんかチャラチャラしてるわけじゃなかったんだけど、なんかあるじゃん、なんかその人の雰囲気からなんかこう感じるものみたいなのあるじゃん。結構第一印象とか見た目で結構人判断しちゃうから、なんか女遊びとかしてそうな、なんか普通に浮気とかしそうな見た目見た目で判断しちゃったけど、まあそりゃさ、もしかしたらさ、チャウヌみたいな人だったら連絡先だけ聞いておくかもしれないよ。私はこういうこと言ってるからダメなんだよね、多分。私がなんかいろんな動画でなんかチャウヌ言いすぎて、理想の人チャウヌみたいのがなんか知れ渡っちゃってんの。なんかこれ冗談で言ってるんだけどなと思って、アレンシアの動画とか、この前もね、なんかいい人いたら紹介してあげようと思ったんだけど、でも私の周りにはチャウヌはいないみたいに言われて、いやあれほんとただ言っただけなんですみたいな、冗談なんですって思って。アレンシアの動画だけじゃなくて他の動画でも私なんかチャウヌって言ってたらしくて、なんか私の理想がなんかもうチャウヌで固定されちゃっててこれ、いやそりゃいいよ、チャウヌはいいけどいないじゃん、チャウヌがいるわけないじゃん。だからなんかいろんな人に私の理想のタイプがチャウヌになっちゃったから、ちょっと言い過ぎちゃったわって思って。っていう感じで、もし皆さんが日本に来て声をかけられて、ちょっと嫌だなって思ったら、ナムチャチングいっそよって嘘でもいいから言っとけばいいと思う。そしたら本当にパッて去ってくれるから。なんか私のこの雑談メイクがいつもすごい好評じゃない？でなんかお姉ちゃんがいろんなネタをね、じゃあ次の雑談メイクで喋れるネタを提供してあげるとか言って、なんかいろんなネタを共有してくれたんだけど、その中ですんごい面白かったのがあって、お姉ちゃんがマンダリンホテルで働いてたんだよ、昔。でなんかその時になんか消防隊の人が来て、なんだっけCPR だっけ、心臓マッサージのやつあるじゃない。それをなんかお客さんが倒れた時にどうやって対応するかっていうのを消防士の人が来てから実際に教えてくれたらしいの超ウケたのが、なんかまず洋服を脱がしたら胸毛とかが生えてたら、その胸毛を引きちぎってから胸毛を引きちぎってからその処置をしますみたいに言われて胸毛を引きちぎるのみたいな。なんかさ、ほら CPR ってなんか貼るじゃん、胸のところに心臓マッサージの機械だから、なんかその毛があると邪魔になっちゃうからかなんかで胸毛を引きちぎらないといけないんだって。でもおかしくない？胸毛とかさ、そんな引っ張ってからすぐ抜けるもんじゃないと思うんだよ。しかも痛いし絶対血とか出るじゃん。だからさ、なんかじゃあ救急隊の人とかみんなじゃあすんごい胸毛の人とかだったらさ、あれ引きちぎってんのかなとか思って。でもさ、日本だったらまあそこまで胸毛の人いないとは思うけど、例えばなんか本当海外とか超毛深い人とかだったらさ、海外ではみんなじゃあ胸毛引きちぎってやってんのかねしかもそれをなんか本当に真面目な顔をしながらそれを説明してみんなで超爆笑したっていう話。この胸毛の話つながりでもう一個胸毛の話をすると、なんか昔みんなでご飯食べに行こうって言ってから、なんか口コミで良さそうなイタリアンレストランがあったのね。普通に日本の話なんだけど、でそこにじゃあ行ってみようって言ってから行ったのね。なんか普通にランチのセットみたいのがあって、プラスいくらで飲み物がつくセットみたいのがあったのね。それがなんかよくわかんなかったから、なんか店員さん呼んで、これどういう意味ですかみたいな聞いたわけよ。でこれはなんかいくらいくらでこういうセットがありますみたいな、なんかそういう説明を受けたんだよね、多分。でまあそれ頼まなかったの。飲み物じゃいらないってなったから、普通に単品のメニューだけ頼んだんだけど、そしたらなんかご飯全部終わってから、その時お母さんとお姉ちゃんと4人123 4人で食べに行ってたんだけど、なんか人数分のアイスティーが4つ出てきたので、みたいな思って、いやアイスティー頼んでないですって言ったのね。そしたらちょっと確認しますみたいな、最初説明してくれた人がまた厨房に戻って、でそしたらさ、厨房からさ、なんかオーナーがつかつかやってきてから、いや頼みましたよねみたいな、こうで頼みましたよね、頼むって言いましたよねみたいな。いやその人注文受けてないのよ、そもそも。なんかすんごい剣幕で怒り出して、でなんかこっちはもう冷静にこういう質問しただけで注文はしてないですよみたいなって言ったのに、いや頼みましたよね、もうこの繰り返ししかないのですんごい剣幕で、なんか上から超怒ってくるわけね。でもうこれ話が本当にもう平行線のままだから、じゃあもういいですみたいな、ね、そんなさずっと頼みましたよねとか言われて、もういいじゃん、じゃあいいよ、お金払うからそれ飲むからっていう感じで、じゃあもういいですって言って飲んだんだけど、なんか初めてだったの。もうほんとうちの家族みんな初めてだった。意思疎通の問題じゃん。だからこっちも悪かったかもしれないけど、向こうだって受け取りミスをしたわけでしょ。なのになんかこっちが一方的に悪いみたいな感じですんごい上から目線で怒ってきて、でその人も見た目が超キモかったの。なんか黒いシャツを着てて、頭がリーゼントでロングヘアなので、なんか胸毛がバーって生えてて、でなんか黒いシャツを着てんだけど、ボタンをなんか胸の下ぐらいまで開けてるのね。だからボタ
蓋を開けてから自分の胸毛を見せてるわけよ。超キモいじゃん。今の時代にリーゼントだし、いやあなたなんかエルビス・プレスリー意識してるんですかみたいな。リーゼント許されるのはエルビス・プレスリーだけなんでみたいな感じで、なんかすんごいなんか自意識過剰な人だったのね。でなんかすごい見た目も気持ち悪いし、態度もなんかすごい気持ち悪いし、何なんだろうみたいな感じで、でなんか料理も本当に全部まずかったの、正直。なんか全部になんかお酢が入ってて、なんかパスタとかもお酢の味がするのよ。なんかお皿のセンスもわからないし、なんかお水のセンスもなんか不気味な感じで、料理って正直センスだと思うのね。もうその人の見た目からセンスがモテちゃってるわけじゃないだからなんかもういろんなお店で食べて思ったのが、そのお店の雰囲気だったりとか、出てくるお皿のセンスだったりとか、あとやっぱ盛り付けのセンスとか、見た目が綺麗とかね。やっぱそういうところって味も結構美味しいんだよね。料理って結局センスだから。でもそこは全部のセンスが悪かったじゃない、そのオーナー含めて。だからそのオーナーの見た目を含めて、だからやっぱセンス悪いと料理まずいんだなと思って、なんかすんごい上から目線で怒ってきたくせに、なんか料理もまともに作れないし、その頼みましたよねとかすんごい怒ってきたアイスティー、どんだけ素晴らしいアイスティーなんだろうって思って、マリアージュか何かなのって思ったけど、もう飲んだら普通にスーパーで売ってる一番安いアイスティー、超まずいし、それなんかそんな怒られてさ、なんかもう二度と行かねえわって思って、結局さ、そのお店を選んで行ったのは私たちだから、もう文句は言えないけど、すごい過去一嫌な気分になったお店でした。でも口コミ見たら結構みんな美味しいとかすごい書いてあって、でもなんか何人かやっぱちらほらなんかオーナーの態度がすごいですみたいな結構書いてる人も何人かいた。でも本当に過去一やばいお店で、もうみんなのね記憶にもう刻み込まれたお店だったんだけど、最近お姉ちゃんが行ったピザのお店がそこを超えるやばい人だったんだって。でそれ超えるやばい人いんのみたいな。サンローランのアイシャドウを使えます。400番ですね。これねめっちゃ可愛いの。ラメが本当に半端なく綺麗だから、これすっごいおすすめで、なんかそこはなんか自分がイタリアに行って修行してる人らしくて、なんかもう自分の腕にすごい自信がある人なんだって、お姉ちゃん曰くいや、そのもうリーゼントの人と同じだよね。俺うまいぜみたいな感じで。でもなんかもうお店に入った途端、なんかお店の壁にもう張り紙がすごいんだって、そういう注意事項。例えばなんか禁煙ですとか、なんか何々なんでなんですみたいな、もう張り紙がバーっていっぱい貼ってあって、でその時点からなんかお姉ちゃんみたいな感じだったらしいんだけど、でなんかメニューもすんごいなんか複雑なメニューで、もうメニューを理解するのが大変なぐらいすっごい複雑だったらしいの。金額も結構なんか強気の金額だったらしいんだけど、そのお店がもう店長一人でやってるお店なんだって。お姉ちゃん曰く多分その店長がやばすぎて、みんなアルバイトが辞めてったんじゃないかって思うぐらいやっばい態度だったらしいんだけど、なんかそのメニューがもう本当に複雑で意味がわからなかったから、お姉ちゃんがなんか質問したらしいの。そしたらなんかパンパンパンみたいな、パンパンパンみたいな指でパンパンメニューを叩きながらなんか説明をされたらしいのね。これはこうなんでみたいな、だから書いてあんじゃんみたいな、そういう感じの態度だったらしいのね。で本当に嫌な気分になって、もうそこはリーゼント胸毛男を超えるやばい店員だったらしい。でも本当になんかそういうお店あるんだって思って、やばいよね。もうなんかそういうところってさ、やっぱすごい自分の腕に自信があるのかさ、横柄な店員っていう感じで、お姉ちゃんの歴史はそのリーゼント男を超えて、そこは過去一やばいお店になったらしい。もう一個なんかお姉ちゃんが情報提供してくれたのが、ここはなんか普通にイタリアンレストランかなんかだったんだけど、なんかメニューが全部イタリア語で書いてあるんだって。もうその時点でちょっと意味わかんないんだけど、その下に小さくなんか日本語で説明書きみたいのがあったのかな。もう全部イタリア語をカタカナにして書いてるかなんかで、でなんかお姉ちゃんサラダを頼みたかったらしいんだけど、イタリア語のなんかサラダで意味がわからなかったから、店員さん呼んで、これって何が入ってますかって聞いたんだって。でサラダもさ、いろんなサラダがあるじゃん。例えばトマトとルッコラとモッツァレラチーズのサラダとかさ、例えばね。からこれ何が入ってますかって聞いたら、店員さんが野菜ですって言ったんだって当たり前じゃん。サラダなんだからさ、野菜っていうのはこっち知ってるじゃん。なのになんか野菜ですって真顔で言われて、なんかこっちが頭おかしい人みたいな感じでそうやって答えられたんだってでお姉ちゃんがなんかもうその答えにびっくりしすぎちゃって、あ、野菜ですねみたいな、あ、野菜ですかみたいな、なんか2回ぐらいリピートしたらしい。でなんかそのわけもわからない野菜サラダ野菜サラダを結局注文したらしいんだけど、いや私だったらもう聞き返すよね。いや野菜ってことは知ってるんですけど、何の野菜が入ってるか聞きたいんですけどって感じじゃん。私だったら普通に質問返ししてると思うっていう、なんか不思議なエピソードがあったらしい。前ね、普通に渋谷のスクランブル交差点で待ってたの。あそこら辺でさ、なんかいろんな勧誘みたいのすごい多いじゃない。でなんかそこで1個なんか整形のモニターとか興味ありませんかって話しかけられて、いやないですみたいなっていうか失礼じゃない。なんか整形のモニターってさ、
何私はじゃあ直した方がいいっていうことですかっていう感じじゃん。なんかすっごい失礼だなこの人みたいな思って、普通にありませんって言ってから去ったんだけどさ、やるとしても本当にそういうところのモニターとか絶対やめた方がいいですよ。だって人気の先生とかだったらそもそもモニターとか募集する必要がないから。アイラインは B 製マスカラ、こちらのエイペのブラックセラムを使います。これがマスカラなんだけどセラムマスカラなので、セラムマスカラってさ、カールとかキープ力とかロング効果とかなかったりするんだけど、これはそういう効果まであるやつだからすごい気に入ってる。そうで、結局人気の先生って別にモニターを募集する必要がないわけよ。だって人気だから別に呼び込まなくたってもうお客さん来ちゃうからね。でもそうやってモニターで募集をかけて人を呼んでるってことは、多分もうほやほやの先生とかなわけよね。だからそんなんで失敗されても嫌だし、そもそもそのやりませんかとか超失礼なキャッチだなと思って、みんなも絶対そういうのは気をつけてね。いや、私は本当美容クリニックで働いてた身だから本当に思うけど、先生選びはね本当にちゃんとした方がいい。結構やっぱりね、誰でもいいって思っちゃう人もいるみたいね。なんでこの先生でやったのって聞いたら、いやなんか誰でやっても一緒だと思ったんでみたいな。一緒じゃない、本当に一緒じゃないから、そこはね本当に気をつけてください。もうなんか私がさ、もう韓国に来てから1年経つのよ。去年の4月に来てからもうね1年経つんだけど、本当にこの1年超早かった。もう今だから言うけど、本当に韓国に来たての時もう私マジでやばかったの、精神的に。チークはこちらロモアンドのベターダンチークとクリニックのバレニーナポップを使います。やばくない？これ落としちゃったの。ほんとものすぐ落としちゃうんだけど、そしたら一番人気で全然買えないこのバレリーナポップの色よ。やっと買ったのに落として全部割れた。もう少ない量を使う。まあ細かい話は避けるけど、まあ本当に色々ありましたと。私は本当もう日本というもう平和な国で、しかもうち4人兄弟なのね。4人兄弟の末っ子なの。お兄ちゃん10歳、お姉ちゃん9歳と5歳離れてるのね。で本当にもうなんかもうみんなに守られて、私は平和な日本で暮らしてきたわけですよ今まで。でそこでさ、韓国に一人で来てさ、今までにないすごい経験を1回でバーってさせられた感じ。なんか大人の世界ってこうなんだみたいのをその時に初めて経験したの。本当になんか人間不信になる、詐欺まがいみたいなこととかもあったし、人に裏切られたりとか、なんかいろいろあったわけですよね。細かい話は避けますけれども、本当にもうなんか楽しさとかそういうのないし、もう本当に大変な時期だったわけですよね。ほんと来たての時で、それが私の YouTube の動画にも現れてたの。もうなんかほんと精神参ってたから、もうなんか今その動画を見ると私が超困ったじゃんみたいな顔してて、でなんかオンマにもほんと覇気ないよみたいな、困ったちゃんっていうかもう覇気がないみたいに言われて、で私もなんか今見返すとマジで覇気ないの。もうなんか魂抜けてて、本当になんかもう眉毛も垂れ下がってるし、もう本当になんか困ったちゃんみたいな、もう目玉から生きる気力ないみたいなでなんか友達にも本当あの時やばかったよみたいにすごい心配になって連絡したもんみたいなっていうぐらい、なんかもうそれが表情に出てたんだよね。でなんかオンマがなんか本当に人が人をここまでダメにできるものなんだってその時思ったって言われて、本当にそうだなって思ったでも大丈夫、本当その時期はね超えたし、それは本当に必要な過程だったの。それがあった頃こそ私は得ることがすごい多かったのね。私はどんなになんか辛いこととか嫌なことがあったとしても、そっから学べることってあると思うのよ。だから例えば嫌なことがありました、でもう嫌だとか考えるより、これがあったからこういうことが学べたよねとか、それがあったからこそ今こうだよねとか、なんでもそのマイナスばっか考えるんじゃなくてプラスの方で考えるようにしてるのね。実際に本当にそれがあったからこそすごい学べたこととか得たことがすごい多かったの。だからマジで感謝してる、その人には本当に感謝でなんかもうそれも乗り越えて、なんか昔の動画を見るとなんか本当面白いなみたいな、もう今じゃ思い出だよね。でもなんか私が日本で撮ってる動画と韓国で今こうやって撮ってる動画、表情違うの分かるそれをなんかオンマに言われて、なんか日本で撮ってる動画はすんごい目がキラキラしてて楽しそうだけど、なんか韓国のは笑ってはいるけどなんかキラキラが足りないみたいな、なんかそんな感じのこと言われて、確かにみたいな思ったので、なんでだろうなみたいな思ったけど、そうならざるを得ないよ。だって日本だったらさ、友達とか家族もいるし普通に楽しいじゃん。でも韓国にいるともう一人だし仕事漬けなわけ。ずっと仕事してるから、いやそりゃそういう表情になるよなって思った。それがもう本当に人の表情って出るもんだなと思って、もう映像を見ると全然なんか顔の輝きが違うんだよね。めっちゃなんかそれすごい面白かった。リップはこちらサンローランの02番で、これが普通のね透明のリップなんだけど、
これ超美味しいんだよね。サンローランのリップってさ美味しい香りしない？これをベースに塗る。でもなんか私韓国に来るとなんか PM2.5 のせいかなんか鼻が悪くなっちゃうんだよね。日本にいる時超鼻効いてんのになんか韓国いるとさ鼻の通りが悪いせいかなんかちょっと鼻の効き悪いなみたいな。でリップはこちら。最近ねプランパーにハマってて、この規模のプランパーってそもそも規模から始まったらしいんだけど、規模のプランパーめっちゃ痛いのみたいな。なんだけどこれは比較的に痛くないよって聞いてから使ってみたんだけど、昔のプランパーよりかは痛くない。フィップとフィグとこのバニーピンクの色を組み合わせて使ってます。私結構さヘイリー・ビーバーの唇が好きで、これ使うとね本当にヘイリーみたいな唇になれるので、こうやってペンみたいに出して面白い話はねしようかなって思うんだけど、なんかお姉ちゃんが教授と一緒にご飯行った時に、教授は普通に西洋人の方だったかな。であとは韓国人の学生と日本人の学生と中国人の学生とお姉ちゃんで一緒にご飯を食べに行ったことがあったんだって。でそしたらなんかみんな男の子だったんだけど、そしたら韓国の子ってさ本当に何でもやるじゃん。だからもう取り分けたりとか箸のセッティングとか水汲んだりとか、もうその韓国人の男の子が率先して全部やってたんだって。でなんかお姉ちゃんがなんか本当にすごいねみたいな、だから韓国の男の子がモテるっていうのがすごいわかるみたいな話をそこで言ったらしいの。でも別にその子はさ韓国人だからそれが当たり前みたいな感じだ、そうみたいな感じだったらしいんだけど、急にこの話をした途端なんか次からこうやって料理とか運ばれてくると、なんか日本人の男の子はそれを聞いてからやべって思ったんじゃないでやべって思ったらしくて、急になんかこうやってみんなのを取り分け出したらしいのね。じゃあ中国人の子はどうかって言ったら普通に何も気にせずパクパク食べてたんだってなんかそこってすごいなんか人の国民性が出るなと思って、そういう話をした途端にやばいやらないとって思って気使ってやるのが日本人じゃない。で中国人の方は別にそれ聞いたところで関係ないみたいな自分は食べるみたいな感じで、なんかすっごい面白いなってその話を聞いてみんなで爆笑してた。見てみてめっちゃプルップルでしょ。このプランパーもさなんかちょっとヒリヒリするんだけど、これがまた癖になるんだよね。本当にヘイリーみたいな唇になれるの。はい、じゃあそしたら最後にまたこのフィクサーをかけて終了。こんな感じです。このフィクサーもねすんごいねこういう綺麗なツヤ感が出てくれてめっちゃいい感じ。じゃあちょっと着替えていきたいと思います。はい、着替えてきました。ちょっとさこの後さいつも行ってるヘッドスパ月1で行ってるんだけど、漢方のヘッドスパがあってそこに行くからあと10分で出ないといけないんだけどさ、もう髪の毛やってもらうからもういいや、こんな感じで。見て赤のヘアクリップ、オマがまた新しいの買ってくれた。でこれがデオドラントなんだけど、ハウスオブバランスっていう今オリーブヤングでもすごい人気のやつがあって、これがね本当に汗がピタッとなってからサラサラになるの。なんか脇汗ボトックスとかやってもなんか湿った感じっていうのはなくならないんだけど、これやると本当にサラサラになって香りも香水みたいですごいいい香りだから、今これコラボでね3セットで安く売ってるから気になってる人買ってみて、すごくいい。で私はなんか日焼け止め塗った後にすんごいね体がベタベタして気持ち悪いからボディーパウダーを使ってるんだけど、このエリザベス・テイラーっていう昔の女優さんのホワイトダイヤモンドっていうその方とコラボした香りがあるんだけど、それのねボディーパウダー韓国のアマゾン的なクパンで買ったんだけど、なんか最近さ日本ってあんまりボディーパウダー売ってないじゃない。私ボディーパウダーが結構好きだからさ、誰か私とボディーパウダー作ってくれる方いないかな。マジでこれいい香りでね、なんかすごく好きなので、これを全部にはたいてる、パタ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 って。でさらに私が最近使ってる香水はこちらのシャネルのチャンスのこの緑のカラー使ってます。なんかね香水はね私はもうその時の気分で嗅いでるんだけど、今年のサマーはこんな感じかなっていう感じで、はい終了です。どう？めっちゃピカピカツルツル、そして唇もプルンプルンで可愛くない？あと最後にもう一個だけなんかちょっと報告したいなと思って、やっとピラティス10回目をやったのね。で本当になんか10回目でなんかすんごいトレーニングハードになってきて、本当に昨日泣きそうだったのもう辛い、やりたくないみたいな思って心の中では泣きそうになりつつ無言でトレーニングやってたんだけど、そしたら今日朝起きたらさお腹がこうやってくびれてたの。やったーって思って、なんか本当に昨日はもうマジでやりたくないみたいなみたいな辛いと思ったんだけど、なんか思った、なんか皮膚科の治療と同じく皮膚科の時ってさやってる間超痛いじゃん、もうやりたくないと思うんだけど、なんか時間が経って変化をこう感じるとね、またやろうって思うのね。もう本当にやりたくないは一瞬で、効果を感じるとまたやりたいっていうこのマジックで、運動も一緒だなって思ったの。そのやってる間辛くてもう嫌だって思うかもしれないけど、それがもう体に正直に出てくるわけじゃない。だから運動って皮膚科と同じだなみたいな。だからその時もう辛い嫌だとか思っても、これをやれば綺麗になれるって思えば頑張れるなと思って、運動は皮膚科と一緒だと思って、だからこれはもう続けていこうって思った。しかも本当にピラティスおすすめだから、みんなも私ねちゃんと
インスタでね記録してんのよ。だからお腹がマジで引き締まってキュッとなって、先生に言われた11の線が出てるよって言われたんだけど、かなり引き締まってきたかなって思いますなのですごくおすすめで、姿勢も良くなるし、最近首長くなってないみたいな、首長くなった感じするの私っていう感じで報告でした。そしたらもう時間がないからヘッドスパ行ってくるね。ここ超おすすめだから。じゃあね、バイバイ。今ヘッドスパに向かってます。関南区長駅を出てから歩いて10分もしないかな。本当にここがすごいよくって、マイクロスコープで頭皮の状態写真撮ってからちゃんと見てくれるのね。本当に髪の毛もツルツルサラサラになるし、すっごいスッキリするの。だから結構夏とかって皮脂とか出て頭の匂い気になると思うんだけど、そういうのもなくなるから、私は月1で受けてます。美容院とかでやるよりちゃんと漢方の専門のクリニックで、そのクリニックでちゃんと作った薬剤、特別なやつ使ってるから、全然美容院で受けるやつと違うの。結構ね、美容院からそこに乗り換えする人も結構多いみたいです。ここはね、ここになります。なんか中もね、アートな空間みたいで面白いの。Are we done? Yep. Thank you so much. Thank you so much. Sorry for being late for today. Yeah, sorry about that. Yeah. Okay. Yes, Bye-bye. good evening. Bye-bye. Bye-bye. お部屋はこんな感じです。で、このガウンに着替えます。こんな感じでね、院長先生の絵があらゆるところにあって可愛いです。こんな感じで今スチームやってます。今ホホバオイルを塗ってマッサージが終わったところです。すごいデコルテと背中と首全部マッサージしてくれてすごい気持ちよかった。しっかりとオイルを吸収させてます。はい、今シャンプー終わって髪洗い流してから栄養剤もね頭皮に巻いてくれて、これからヘアセットしに美容室の方に移動します。今日担当してくれた方がすごいマッサージ念入りにしてくれました。濡れないように予備のタオルもくれて、すごいね、ここはスタッフさんがみんな親切です。ヘアセット終わりました。すっごい髪ふわふわサラサラ。ほんといつもここに来るとね、髪が柔らかくなるの。結構パーマでダメージヘアだったから、本当にこれで髪がふわふわになりました。だからね、癖になってね、通うのをやめられない。비듬은 없어요. 각질도 없고 건조감도 없고 다 좋아요. 本当に髪がふわふわで、ちゃんとね、やっぱり行くたびにすごい頭皮が改善してるのが写真撮って診察してわかるから、毎回行くたびにすごい満足して帰れてます。やばい、今日長編の動画になります。なんか今さ、外から帰ってきたの、ヘッドスパ行って、もう暑すぎて見て、もう滴る汗なの。私今さ、なんかシャワー浴びてきたのみたいなぐらいやばいの。顔もう全身汗なんだけど、映ってるかな。なんかもう今ほんとシャワーみたいな感じでめっちゃ汗で、もう今ここまで汗垂れてんだけど超恥ずかしい。わかる？これ洋服締めてんの汗でやばくない？すっごい暑いんだけど、なんか私やっぱ運動してからなんか最近汗かきになったんだと思う。代謝上がってるっていいことなのかもしれないけど、今日何度？それでも32度だって。日本ってさ普通に40度とかあるから、わかる？もうここ汗、ここなの、もうここに口の中入るんだけどっていう感じで、なんで私がこれを回してるかというと、今日スキンケアとこのパネルのクッションファンデ使ったじゃない？私もう今全身汗びっしょりなんだけど、全然崩れてないのすごくないっていうのをちょっとみんなにこれ見せないとって思って、今帰ってきてすぐカメラつけたんだけど、っていう感じで、この暑さの中でこんな汗びっしょりで
今汗もう頭から流れ落ちてんですけどこんな状態で全く崩れない綺麗なツヤ肌が維持できてます。しかもちゃんとね毛穴とか角質ケアしといたから、こう皮脂が浮き出てる感じとか黒ずみが目立つ感じも全然ないの。もうスキンケアをちゃんとしたっていうのもあるし、このパネルのクッションファンデ本当に優秀っていう感じで、マジで暑すぎる本当にということで、もうちょっとシャワー浴びていきたいと思います。今日はこれでじゃあバイバイしたいと思います。バイバイ、アンニョン。